すいません、マシマシです。どうぞ。ありがとうございます。はい。2つとも油なしで。いくよー。お願いします。ありがとうございました。爆速で2つずつ。はい。うちはどちらかというと豚は結構入ってるんですけど、透明のスープどっちかっていうとこういうスープで言えばライトですけど、まあ醤油がちょっと効いてるっていう感じですかね。醤油と背脂と、まあ、豚の風味。ヤグモリっていう、はい。要は全部のせみたいな商品のトッピングに使ってるほぐし豚ってやつを今
一番多いのはやっぱラーメンの種類が一番多いですかね。その次は鬼油そばって言って汁なしですねが2番目に多いですかね。10代後半ぐらいから、50代前半ぐらいまでの男性が多いですね。はい、いらっしゃいませ。お一人様ですか。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。はい、行きます。はいよ、はいよ、はい、テーブルの方どうぞ。2つとも油なしでいくよお願いします。はーい、ラーメンいきます。はい。はい、すいません。豚肘は。お願いします。はい、どうぞ。あと1名様と1名様ね。はもしもしですね。はい、ラーメン上がりまはーい。なんか
家具の上に電子レンジを置いてるんですけど、その電子レンジの重さ爆速で2つずついきます。はい。お願いします。よっ。はい、お願いします。いいよー、テーブル1番さんお揃いです。はい、ごきげんどうぞはい。油増しです。油増しラーメン。はい、持ってきます。マシマシです。はい、すいません、マシマシです。どうぞ。ありがとうございます。はい、ごきげんどうぞ。週1回ぐらい来てます。気遣いがあったりしてサービスっていうかね、心遣いとか水とかねなくなったらすぐ来てくれたりとかいいなと思います。またこう用具がなって思ったりしますね。お待たせしました。ではですね、こちらです。沖縄で生です。どうぞ。お待ち2名様です。おーい。2名様、はい、お願いします。はい、ウニ油そば肉増しですね。お待たせしました。堀さんです。もうちょっと押しますね。これは美味しかった。ありがとうございました。大丈夫そう。大丈夫そうやけど、ちょっと薄めっちゃう。テーブル4番さんお揃いです。はい。これがご来車です。はいよ。はい、持ってきます。はいよ。あと1名様。はいよ。はーい。はい、これ出したらお出しできます。はいはい、持ってきます。 90がはい、すみません、ラーメンのスペシャルです。はい。はい、お願いします。はい、ラーメンいきます。失礼します。お待たせしました。どうぞ。
やっぱり極太の麺ですかね。野菜も美味しいですよね。はい、ありがとうございました。はい、まず一丁いきます。お願いします。はいよー、11番いきます。お願いします。よいしょ、ごめんね。ちょっとごめんね、ありがとう。うまいっす。チャーシューがめっちゃうまかったです。先行きます。野菜少なめの方です。お持ちしますか。大体水が2、3分ぐらいで落ちきるんで、そしたら一回中軽く混ぜて、ドンとしたんで。なるべくダマにならないようにこうやってほぐしてます。もう一回ローラーかけるんで、自家製麺っていうのはやっぱ売りでもあるんで、打ちたて麺をなるべくこだわって提供してるんで。
こっちは豚の骨が入ってるんですけど、豚の骨の旨味を出しながら、その旨味も背脂にも吸わせつつスープも出してるっていう感じです。野菜増し、背脂普通、ニンニクありでお願いします。はい、お待ちどうさまでした。ラーメンのヤグ盛りになります。明来飯が一番美味しいですね。仕上がります。いつも中華料理を食べに来るならここって感じで来てます。入りたいと思ってもいつもいっぱいで入れない。民来何店舗もあるんですけど、僕は内灘町にある民来っていうところからのれん分けで出たんですけど、内灘の民来さんの味に受け継いでる感じなんですけど、高校の時に1年生の時にアルバイトでその内灘の民来にバイト入って、もうずっと民来なんですよ。高校卒業してそのまま修行入らせていただいて、今民来ずっと一筋って感じで、はい、そうですね。もともと料理の興味あったんですけど、地元にあったお店で人気店でもあって、あと評判がすごい良くて、スタッフの方にもなんかすごい優しいお店だったんで、ちょっとお世話になるかなと思って。内沢民来さんも食べて通ってたんで、小さい頃から。なんかこの味を覚えたいなみたいな感じがあったんで、餃子はね、もうほぼ仕込み2日間ぐらいかけてやる。キャベツ仕込んで1回脱水して一晩ちょっと乾燥させるんですよ、キャベツを。で次の日お肉と一緒に練って、でちょっと少し寝かせてからみんなで握るみたいな。
菜の甘み出すのにこの寸胴のスープに入れるんですが、なるべく野菜も捨てるところないように。白菜もね結構主力の野菜なんで、うちの、中華飯とか五目ラーメンとかよく出るんで。黒餃子用ですね。はい。茹ですぎたらシャキシャキ感もなくなるんで、そうですね、ちょっと残るぐらいに下茹でしといてっていう感じで。あと2個ぐらい。3番から取ってこんで。カニですか？カニ、カナカンなんですよ。カナカンです。玉ねぎだけ先に炒めて火入れといて、それを合わせてって感じですか。すみません、ベニズワイの棒肉、こっちは山も買って、そこにはカラスバードじゃないですね。山も
達が金沢場所のこの番付表を捨てるからっていうので譲ってくれってそれ譲ってもらったら、それを見たお客さんがまたさらにいろんなものをくださって、相撲好きのお客さんがでなんかいっぱい相撲のグッズが。飛び散りはちょっと歯ごたえあるように、ちょっとプリッと歯ごたえあるようにブラックタイガーを使ってます。はい、どうぞ。おはようございます。すいません。はい。美味しいですね。明来飯が一番美味しいですね。そうですね。なんか野菜も入ってて、なんか中華っぽくて栄養取れそうだなと思って食べてます。肉の八宝菜の後、エビチリ炒めいって明来飯2つです。羽がいい。
大食べて大きいの食べました。 2ヶ月に1点ぐらいずつ。味はどうですか？美味しいです。美味しいです。はい、お願いします。全部お願いします。失礼いたします。僕はその鶏の唐揚げの梅あんかけが一番好きなので、毎回来たら注文してます。中華で一番美味しいと思ってるんで、いつも中華料理を食べに来るならここって感じで来てます。入りたいと思ってもいつもいっぱいで入れない。お味はどうですか？美味しいよ。いつも以上に今日は美味しかったです。めっちゃ美味しそうよ。スープが美味しいお店は中華美味しいんですって。1名様ね。お待ち2名様です。はいよ。はいよ。みんなが3つ上がります。その後は鶏肉玉ねぎ炒めです。はいよ。熱い。うん、熱そう。めっちゃ熱そう。どう
豆腐定食です。この麻婆最高。はい。じゃあお願いします。はい。はい、上がり。いらっしゃいはい。いらっしゃいませ。じゃあお願いします。甘酢天津飯勝負2つです。スーラータンメン。スーラータンメン、はい。肉味噌丼。肉味噌丼ね。はい。スーラーさん、豚バラご飯ついてるとみんながない。はいよ。みんな半分です。
熱いのでお気をつけください。失礼いたします。ありがとうございます。後ろ上がるよ。上がるね。はい、じゃあ、はがり。はい。ありがとうございます。お願いします。これが味噌チャーシュー。量ある野菜が。美味しかったです。
この店自体はね、昭和50年ぐらいからやってるんで、製麺所の社長と俺が知り合いだったもんで、ここで調理やる人いないからやらねえかって声かけられて、で俺もまあそういうところでここで働くようになって7年ぐらい前か、どっかでお店開こうかなと思って社長に相談したら、ここ売りますんで買いませんかっていう話になってやろうかなと思って、でそれから俺がやるようになって。
こ
チャーシューね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。量ある野菜が。はい、どうぞ。だから変わったことして写真撮るが。でしたか？いや、美味しかったです。出張でたまに来るんですけど、その時よく来てます。
大変美味しいです。よく頻繁に使わさせてもらってます。やっぱランチがお得なのでいいですね。ランチ2つで醤油つくねん1玉と辛肉味噌ラーメン。いや、とても美味しかったです。ランチメニューが好きで A と B とあるのでメニューも1ヶ月分分かってるんですごく楽しみにしてます。
茶碗蒸しの昨日仕込んどいたやつ。どれぐらいなんですか？去年の5月の31日にオープンした。その前まではアピアの方で営業させてもらってて。そうなんですね。まあテナントと住居と一緒で古民家あったらいいよねっていう、うちらの中でずっとお話ししとって、不動産屋に紹介してもらって、ここが気に入ったのでここでさせてもらおう言うて。今からキャベツ切って唐揚げの段取りというか衣をまぶしたりなんだって人気メニューってどういったものなんですか？今はやっぱり唐揚げ多いですかね。前まではうちのお店の名前にもなったら初見ご飯っていうの小鉢たくさん入ってるやつです。あれがやっぱりメインでお客さんも食べに来ていただいておったからですけど、テレビとかそういうの出させていただいたら今注文の7割ぐらいかね。飲食長いですか？そうですね。まあアルバイトから入れたら30年ぐらいはやってもな。最初は飲み屋さんみたいな感じだったんですけど、そこでご飯作るようになって、そこから割烹行かしてもらったり、ラーメン屋さん行かしてもらったり、中華屋さん行かしてもらったり、いろいろお勉強させてもらいました。これお味噌汁なんですけど、昨日の晩にちょっと仕込んで作って、ちょっと濃いめに作っとんがですよ。それをこの当日ちょっとお湯入れて伸ばす感じ。そうすると味噌のコクが出るというか、まあアクも出るんですけど、アク丁寧にちょっとあげると美味しいんですよ。大丈夫だよ。この3名でいいのかな。はい。お客さんってどんな人が多いですか？前まで年配の方とか結構おられたんですけど、今はなんか若い方も結構家族で来られるような感じで、まあどっちかっていうと唐揚げもでかいし、ハンバーグとかも1個120あってそれが3つついとるもんだから、家族とかカップル同士でなんか分け合いっこして食べられる方が結構多いので、
何でもやれるんですね。なんかいろいろ見聞きして教えてもらったものを作っとる感じですかね。うちの味の決定権は奥さんにあるので、奥さんが美味しいって言わなかったら出せないんで本当削り節でしっかり取ってあげた方が美味しいんですけど、今時間がなくてなるべくそれに近づけた味には作っとはんですけど。何の電話ってD払いやらせてボロボロ野菜カレーも好きなんですけど、全部具が溶けちゃうカレーも好きで、最近ちょっと溶けちゃうカレーばっかりしますけど。毎朝生パン粉作っとんがですよ。そうなんですね大丈夫ですか言ってあ大丈夫ですよだからちょっと混み具合によりますよ、
上げています。東京株式市場で日経平均株価は値を上げ、バブル期の1989年につけた終値の史上最高値まで一時あと50円に迫りました。今朝の日経平均株価は寄り付き直後から大きく値を上げ、昨日の終値からの上げ幅はからのちょっとまでの時間をちょっと聞いてます。あんまり大きくならない。ハンバーグ定食あるよ。皆さんそれで驚かれるんです。これぐらい大きいと肉汁しっかりたまる。うまいです。よいしょ。どうしよう。収量量見せてもらってもらって感じかな。4番に3つ。ごめん、サラダのさ盛り付けの。で、私このカゴの方持とうか。うん。来ました。今もう一つお待ちしますね。すみません、お待たせ。ご飯食べ終わられたらボタン押してください。コーヒーお持ちします。はい、ありがとうございます。無理ですよ。コロナの時に半分。茶碗蒸し出して、あ、これ3つよこってもういいだけ。今そういうの今食べるんで。さあこれ、で何しにしたっけ？コロッケ3つ。あ、コロッケ3つ。おつゆかな、唐揚げ。はい。回していて。はい。私一つ7番持ってくよ。お待たせしました。ご飯またおかわりしてもらってください。お疲れ様。ゆっくりどうぞ。それはいいのか出たやつ。出たやつじゃない。とんかつってもう出たっしょ。もうとかで出た。重さも重そうですよね。そうですね。だいたい160ぐらいかな。
ちょっと肉屋さんにもお願いして今カットはしてもらってますけど、もう一人じゃ間に合わなくて。もう一つ、はい、車持ってくる。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。師匠、ごめん。あとさ、ソースある？もうだいぶない。でなんか私の企業さんたちのなんか専門家料理作ったのにって言われて、これといたらまた別に。ございます。今日はしばそうしようかな。唐揚げ定食2つください。あ、2つで。昔から唐揚げ作ってて、もう20年ほど前かな。最初この丸めたりはしなかったんですよ。こういう感じでなんかポンと入れてた感じだったんですけど、もっと肉汁欲しいなとか、食感もっと柔らかいというか、いろいろやっていくうちにこういう形になったかなっていう。これごまのドレッシングにちょっと味入れとるとブレンドっていうほどのもんじゃないけど、まあそのままだとね面白くないけど、ちょっと味入れとる。味噌汁お味噌汁また味がしますね。そんな特別なことしとんかねでも。うまい。最高。ベリーグッド。
それは裁判所側。完食していただいて。いいごちそうさまでした。大体こんなもんですかね。僕なん、まあ、うちの奥さんまだ YouTube とかちらちら見とる方だけど、僕がもう全然そっちの方疎く。これ鶏です。うん、チキンライスで。塩よりガラスープの方がいいかな。金沢、そこも行ってみたい。オムライスになります。今日はちょっと唐揚げ食べれなかったと思うので、ちょっとちっちゃいけど、食べてみてくださいよ。いつも揚げ物、まあコロッケとか、そういう類のものはちょっと1個ピッとつけます。夜営業してるのは週末だけ。夜は金土だけです。あれじゃない来てくれるかなとは思うがね。バイト行ってるもんね。これはスーパーのレジ。うちの奥さんが薬局ドラッグストアでなんとか売値を維持してます。ご飯、麺類、もやしとか。
天かす。格別でした。中華そばも美味しかったです、ね。美味しかったですね。美味しかったですね。ちょっと麺とだいぶ変わっちゃったんで、うちの中華そば2種類とおうどんの出汁ですよね。食材的にはまあこんな感じで、煮干し2種とで椎茸と干し貝柱と昆布と、まあ、スルメ少し。まず1つ目、イノシン酸、グアニル酸、グルタミン酸、この3つのバランス、1つよりも2つ、2つよりも3つってことでうまみの相乗効果ですよね。その辺のバランスを取りながらスープはいつも作ってます。これ煮干し醤油、まともなやつ買うと値段高いんで、こういう割れたやつ、これでも自分でお出汁出るので、これもなかなか3キロに1枚ぐらいして上削り。中華そばですね。これはサワラ。少しずつ配合を変えながら一番こう旨味を感じる、味じゃなくて旨味ですよね。うどんには使いません、この舞茸は。お水からゆっくり温度を上げていくんで、煮込まない、もう本当に優しく静かに火入れていくので、水のところに入れますね。これ、はい、おうどんの方ですね。ちょっと分量変わってくるので、はい、これ全部ですね。これがだしの仕込み。まあ、少しずつ入れてくるので、煮干しとかそういったお出汁の美味しさと鶏ガラで地元の白山昆布の豚のうまみが合わさって美味しい出汁になっていくので、うまみがすごく増してきて、で塩分も少なくて済むんですよ。だから一般的なラーメン屋さんよりうちかなり塩分濃度低めにしてあるんで、今複合って言って麺合わせてこう少し麺の強度弾力をちょっとつけてるところです。でまあ2回複合させて今度は薄くしていくんで。して、まあそれはそれでいいのかな。いつもよりたくさんできる。はい、OK です。これちょっと上上げるのは上上げますし。
よし。はい。醤油入れます。醤油。塩。はい。で、ここから軽く30分ほど。結構この1時間ほど置いといてまた使う。減ったりするだから卵です。はい。はい、入れます。そば入ってる。おー。
お蕎麦はすごいコシがあって出汁が味が良くてとても美味しかったです。中華そばも美味しかったです、美味しかったですね。美味しかったですね。格別でした。いらっしゃいませ。さっき1個作ろう。すいません。これ坂口地区のメンマです。花粉症もある。だし、お醤油とかおだしなくなるまでだいたい火にかけておいて、でそれを真空にします。で真空にすることによってだしをこう染み込ませると。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。あ、そういうこと？ご飯と麺が入ってます。で、ちょっともやしも入ってないから、ちょっと二郎系っぽくなってる。ひて丼一つと、はい、ひて丼一つあります。はい。ボルガライスのミニ一つ。別にもめっちゃ高いですから。キャベツめっちゃ高いです。お客さんのびっくりを取ってきてください。ぜひ。はい。はい。出てくるな。
ごいこれ。やばい。ご飯と麺類のこう合体ってできないから、そば飯とかそういうものはあるけど、ご飯麺類だからとんかつ、もやしとか。何か丼物を頼んでいただいて、そこにこうセットでこういう美味しいです。はい。ボルダイス。タルタルソース2つのマウス1つ、かけそばの温かいのマウス1つ、ボルダイス2マウス1つでやらせて。はい、タルタル。はい、すいません、かけそばですね。はい、入れてどうぞ。美味しいね。おいしい。美味しい？よく来られてるんですか？今日初めて。小さいやつは上から乗せる感じで、こうやって感じで。ありがとうございました。よいしょー。そうです、そうです。卵は4つ、3個から4個に。
そば湯まだなんで。はい。これ最後の中華も一緒にいけるか。最後の中華もいけるか一緒に。いらっしゃいませ。一つ中華3番一つお願いします。はい、中華。ありがとうございます。足2つ。はい、ありがとうございます。はい、来ました。はい、どうぞ。仕上がってると思います。はい、うな丼です。はい。7名様お待ちです。ごめんなさい、卵とじです。お疲れ様です。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。濁りとか。本当はこれを3つ並べてやりたいですけど。どういうそば湯を。はい。あ、小盛りですけど結構野菜も入ってるんで。持ってきて、3番、倒れてきた。3番席。倒れて。はい、どうぞ、お待ちどうさんです。はい、
町中華の勉強もしてきたし、ホテルの中華っていうのも勉強してきたんで、他ではこんな味食べれないなっていうような本格中華を低価格というかリーズナブルに、お腹いっぱい食べてもそこまで財布に負担にならないようなお店を作っていけたらなっていうのがモットーですね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。土日になれば家族連れは多いけど、基本平日はやっぱり夜はサラリーマンの方とかの方が多いかなって感じ。一番最初にアルバイトした店が中華料理屋さんやって、そこからずっと中華をやってるってだけだったんで、お手頃に本格の中華が食べれるみたいなルーローハンとかもメニューにありますけど、日本人が食べやすい味っていうよりはどっちかというと台湾に寄せてる味でやってるとか。みりんとお酒と。1回作ってたら間に合わないんで。はい、お願いします。はい。
房豆腐がすごい好きなので食べたいなと思って伺っています。天津飯と担々麺で普通でいいですか？はい、ありがとうございます。寿セットのチャーハンとサンラータンメンになります。お願いします。13ラズチ。誰が入れてくれたの？餃子もやる。はい、お願いします。はい、お願いします。13。杏仁草って使ってるんで、それと同じ香りをつけて出してます。これはエビの油です。カウンター酸素22。はい。お願いします。
はい、22じゃない。1、はい、ごめんなさい。21だね。はい、チャーハンと3番21。はい。お願いします。こちら担々麺になります。はい。一人皿お持ちいたしますか？大丈夫です。こちらお下げします。はい。ありがとうございます。ゆっくりと。いやー。嬉しい。お願いします。はい、マラタになります。大丈夫ですか？はい。これはちょっとやばそうだね。すすれる辛さです。いらっしゃいませ。ちゃんこ、シューマイ、餃子、えびチにキムチ。衣をつけて、あえて。タピオカ粉っていうキャッサバ粉っていうんですけど、これがカリカリとかサクサクとかになるんです。ありがとうございます。結構は重い。溶けるかな。ありがとうございます。こちら石焼きキムチチャーハンになります。つけてください。はい。すごい。どうぞ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。チーズ入っててめっちゃ
マイルドになってます。こっちからし乗ってるのがシューマイで、こっち小籠包になります。こちら生姜になりまして、長い瓶のやつが、黒酢になるんですけど、そちらで召し上がっていただくのをおすすめしてますので、お好みでお使いください。ありがとうございます。ありがとうございます。チャーハンのミンチ一つも能登豚使ったりとか、麻婆豆腐も能登豚使ったりとかなんで、どんどん地元の食材を使って、皆さんが安心して食べてもらえるような店を作れたらなと思います。これは大盛りです。チャーハン大盛りとサンラーやね。はい、21。麻婆豆腐の大盛りやね。はい。ご飯大盛り。どう？はい、エビチリの大盛り。はい、お願いします。はい。あんかけ焼きそばです。はい、
13です。ありがとうございます。お願いします。厳選中華13。こちら厳選中華セット麻婆豆腐になります。こちらにある黒。はい、桜エビの海鮮揚げそば。はい、お願いします。この天津飯とサンラータンメンになります。手ください。新学期やから。単品の麻婆豆腐だったらこういう形なんですけど、そう。美味しいです。町中華の勉強もしてきたし、ホテルの中華っていうのも勉強してきたんで、本格的な中華、日本人が食べやすいような味付けにしつつも、他ではこんな味食べれないなっていうような本格中華を、低価格というかリーズナブルに、お腹いっぱい食べてもそこまで財布に負担にならないようなお店を作っていけたらなっていうのがモットーですね。